80歳の壁を越えて人生の終盤を輝かせるために、なぜ多くの人が80歳を過ぎて数年で旅立ってしまうのか。私たちのこれからを心穏やかに迎えるために、皆様こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。秋が深まり、朝晩の冷え込みが身にしみる季節となりました。冬の訪れを感じるこの頃、ふと時の流れの速さを感じ、人生の歩みについて深く考えることもあるかもしれませんね。私たちこの世代になりますと、親しい友人や親戚、あるいはご家族など大切な方々を見送る経験が増えてきます。そしてその中で気づくことの一つに、80歳を過ぎてから急に弱ってしまったり体調を崩したりして、あっという間に旅立ってしまう方が多いのではないかということがあるのではないでしょうか。もちろん人生いつ何があるかは分かりません。若くして病に倒れる方もいれば、100歳を超えてもかくしゃくとしていらっしゃる方もいます。しかし全体的な傾向として、70代までは比較的元気だった方が、80歳を迎えたあたりからまるで何かの壁があるかのように心身の衰えが加速し、数年で人生の幕を閉じられるケースが多い。そう感じている方は少なくないはずです。80歳の壁という言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。なぜ80歳という年齢が人生の大きな節目、あるいは壁となりやすいのでしょうか。単に年だから仕方ないと片付けてしまうには、あまりにも多くの人が同じような時期に変化を迎えているように見えます。今日はこの少しばかり寂しく、しかし私たち自身のこれからを考える上で避けては通れないテーマについて、友人として、そして同じように人生の後半を歩む者として一緒に考えてみたいと思います。専門家ではありませんので、難しい医学的な話はできません。私が周りの方々を見送ったり、友人たちの変化を見たりする中で感じてきた日常的な心や体、そして生活に関わる要因について、皆さんと分かち合いたいのです。私が思うに、80歳を過ぎてからの急速な衰えにはいくつかの要因が複雑に絡み合っているように感じます。そしてそれは単なる老化という言葉だけでは片付けられない、より深い理由があるように思うのです。一つ目の要因、体の予備力が尽きてしまうこと。若い頃の体には予備力がたくさんあります。多少無理をしても、睡眠不足でも、栄養バランスが偏っても、一晩寝れば回復したり、すぐに元気を取り戻したりできます。体に不調が出ても、一つの臓器や機能が悪くなっても、他の部分がカバーしてくれたりします。しかし80歳を過ぎる頃になると、この体の予備力が物理的にほとんど残っていない状態になります。一つの臓器の機能が低下すると、他の臓器にも影響が出やすくなります。少しの無理が大きな負担となり、一度体調を崩すと、若い頃のように簡単には回復できなくなります。実体験から、私の父は70代後半まで畑仕事をするほど元気でした。しかし80歳になった頃、風邪をこじらせて肺炎になってしまいました。若い頃なら数日で治るような風邪でしたが、父はなかなか回復せず、そのまま入院することに。一度寝たきりになってしまうと、そこから体力がどんどん落ちてしまい、残念ながら肺炎を患って半年も経たずに旅立ってしまいました。父の場合、風邪という比較的軽い病気でさえ、80歳を過ぎた体の予備力では跳ね返す力が残っていなかったのだと、今振り返ると思います。この体の予備力の低下は、日々の生活の中で様々な形で現れます。ちょっとした段差でつまずきやすくなる、硬いものが噛みにくくなる、以前は楽に持てたものが重く感じる、少し歩くだけで息切れがする。これらの小さな変化は、体の予備力が減ってきましたよというサインなのです。80歳という年齢は、多くの場合、体に残された予備力が急激に少なくなるタイミングなのではないかと感じます。2つ目の要因、心の張りや生きがいを失ってしまうこと。これは体の予備力の低下と同じくらい、あるいはそれ以上にその後の人生に大きく影響する要因かもしれません。80歳を過ぎる頃になると、人生における役割や居場所が
急激に失われてしまうことが多いのです。実体験から、私の母の友人だった S さんは夫に先立たれ、子供たちも独立して遠方に住んでいました。70代の頃は地域のボランティア活動に参加したり、友人と旅行に行ったりと活発でした。しかし80歳を過ぎた頃から体の衰えを感じて外出が億劫になり、ボランティアも休みがちになりました。友人も高齢になり、なかなか会えなくなりました。家に一人でいる時間が増え、もう自分は誰からも必要とされていないのではないかと感じるようになったそうです。彼女は次第に口数が減り、何もする気が起きなくなり、あっという間に弱ってしまい、数年後に亡くなりました。彼女の場合、体の衰えと同時に心の生きがいや誰かとつながっているという感覚を失ってしまったことが急速な衰えにつながったように見えました。長年勤めていた会社での役割、子育てという役割、親の介護という役割、地域の活動での役割、人生の節目ごとに私たちはさまざまな役割を担ってきました。しかし80歳を過ぎる頃にはこれらの役割の多くが終了してしまうことがあります。そして夫や妻、あるいは親しい友人など心の支えとなる人が旅立ってしまうことも増えます。そうすると自分は一体何のために生きているのだろう、もう自分の居場所はないのではないかと感じてしまい、心の張りや生きがいを失ってしまうのです。心の張りや生きがいを失うことは単に気分が落ち込むだけでなく、体にも悪影響を与えます。食欲がなくなったり、免疫力が低下したり、病気に対する抵抗力が弱まったり、心が先に老いてしまうと体もそれに引っ張られるように急速に衰えてしまう。それが80歳を過ぎてからの急速な衰えの大きな原因の一つではないかと感じます。3つ目の要因、孤立が心身の衰えに拍車をかけること。これも前の2つの要因と深くつながりますが、80歳を過ぎると孤立してしまうリスクが非常に高まります。体力が衰えて外出が難しくなったり、運転免許を返納したり、友人や家族との物理的な距離ができたり、さまざまな理由で人との関わりが減ってしまうのです。実体験から、私の近所に住んでいた T さんは退職後、奥様に先立たれて一人暮らしになりました。子供たちは遠方に住んでおり、近所付き合いもあまりありませんでした。彼は誰かに迷惑をかけたくないという気持ちが強く、体の具合が悪くても誰にも連絡しませんでした。毎日ほとんど誰とも話さず、家に閉じこもりがちになりました。ある日、彼は家の中で転倒し、大怪我をしましたが、誰にも気づかれず、発見が遅れてしまいました。幸い命は助かりましたが、その後、体も心も急速に弱ってしまい、施設に入所して数年後に亡くなりました。彼は、物理的な孤立が、いざという時のリスクを高めただけでなく、心の孤独が心身の衰えに拍車をかけてしまったように見えました。人間は社会的な生き物です。誰かと関わり、話し、笑い合い、支え合うことで、私たちは心身の健康を保っています。しかし、80歳を過ぎて孤立してしまうと、そういった機会が極端に減ってしまいます。話し相手がいない、悩みを打ち明けられる人がいない、楽しい出来事を分かち合える人がいない、そういった状況は心を深く傷つけ、うつ状態になったり、認知機能の低下を早めたりすることが分かっています。そして孤立はいざという時に誰も助けてくれないという物理的なリスクも高めます。人とのつながりが途絶えてしまうことが80歳を過ぎてからの急速な衰えに非常に大きな影響を与えていると感じます。4つ目の要因、食欲の低下と低栄養が体を内側から弱らせること。これは意外と見過ごされがちな要因なのですが、80歳を過ぎてからの急速な衰えに非常に深く関わっています。年齢とともに味覚や嗅覚が変化したり、噛む力や飲み込む力が弱くなったりして、食事が美味しく感じられなくなったり、食べられるものが限られたりすることがあります。また、一人暮らしの場合、食事を作るのが面倒になったり、誰かと一緒に食べる楽しみがなくなったりして、食事がおろそかになりがちです。実体験から、私の知人のユウさんは、80歳を過ぎてから急に食が細くなりました。何を食べても味がしないんだ、と彼は言っていました。料理を作るのが面倒になり、
簡単なものばかりで済ませるようになりました。栄養バランスが偏り、タンパク質やビタミンなどが不足するようになりました。その結果、彼はみるみる痩せてしまい、筋力が低下し、体が疲れやすくなりました。風邪をひくとなかなか治らず、そこから体調を崩して寝たきりになってしまいました。彼は栄養不足が体の予備力をさらに奪い、体を内側から弱らせてしまったように見えました。栄養が足りていない状態を低栄養と言いますが、これは特に高齢者にとって深刻な問題です。低栄養になると筋力が低下して転倒しやすくなったり、免疫力が低下して感染症にかかりやすくなったり、傷が治りにくくなったりと、さまざまな体の不調を引き起こします。そして一度体調を崩すと、そこから回復するための体力がないため、急速に衰えが進んでしまうのです。80歳を過ぎてからの食欲の低下と低栄養は、まさに命綱が細くなってしまうようなものだと感じます。5つ目の要因、小さな不調が積み重なり大きな負担になること。若い頃なら何でもなかった小さな体の不調が80歳を過ぎると複数積み重なることで、体全体にとって大きな負担となることがあります。実体験から、私の友人の V さんは数年前から視力がかなり落ちていましたが、まあ見えないわけじゃないしとメガネを新しくするのを後回しにしていました。また歯が悪くなっているのに歯医者に行くのを億劫がっていました。80歳を過ぎた頃、視界が悪かったため階段を踏み外し骨折してしまいました。骨折自体は手術で治りましたが、入院中に筋力が衰え、歯が悪いため食事が十分に取れず、あっという間に体力が落ちてしまいました。そして入院中の環境の変化から認知機能も低下してしまい、以前の元気な状態に戻ることはできませんでした。彼のケースでは、視力の低下や歯の不調といった小さな問題が転倒という大きな出来事を引き起こし、それが体全体の急速な衰えにつながってしまったように見えました。視力の低下、聴力の低下、歯の不調、足腰の小さな痛み、軽い貧血、頻尿、これらの一つ一つは軽微に見える不調が80歳を過ぎた予備力の少ない体では積み重なることで、日常生活の大きな妨げとなり、心身の活動量を低下させ、結果として全体の衰えを早めてしまうのです。まるで少しずつ重くなる荷物を持ち続け、最終的に立ち上がれなくなってしまうように、80歳を過ぎてからはこれらの小さな不調を年のせいと諦めずに、できる限り対処していくことの重要性が増すのだと感じます。これらの要因を理解し、私たちのこれからに生かす今日お話ししたような要因、体の予備力の低下、生きがいや役割の喪失、孤立、低栄養、そして小さな不調の積み重ねが、多くの人が80歳を過ぎてから急速に衰え、旅立ってしまう背景にあると私は感じています。これらはどれか一つというより、複数あるいは全てが絡み合って心身の衰えを加速させてしまうのです。しかしこのお話は決して皆様を不安にさせたり希望を失わせたりするためのものではありません。むしろこれらの要因を私たちが理解することで、では私たちの残された時間をよりよく生きるためにはどうすればよいのだろうと考えるきっかけにしたいのです。これはあくまで傾向であり、全ての人に当てはまるわけではありません。そしてこれらの要因の多くは私たちの意識や日々の小さな行動によってある程度影響を与えることができるものだと信じています。たとえ今80歳を過ぎていたとしても、あるいはこれから80歳を迎えようとしているとしても、遅すぎるということはありません。今日からできる範囲でほんの小さなことから始めてみませんか。体を少しでも動かす習慣を持つこと、無理のない範囲で毎日散歩をする、家でストレッチをする、椅子体操をするなど、体を動かすことで筋力やバランス感覚の低下を緩やかにし、転倒のリスクを減らすことができます。生きがいや役割を見つけること、小さな趣味に打ち込む、学びたいことを始める、ボランティア活動に参加する、地域の集まりに顔を出すなど、自分が誰かとつながり必要とされていると感じられる場所を持つことが心の張りを保ちます。人とのつながりを大切にすること、毎日家族や友人、
あるいは近所の人など誰かと短い時間でも良いので言葉を交わす。電話でも対面でも手紙やメールでも良いのです。孤立を防ぎ心の健康を保つことができます。食事をしっかりとること、栄養バランスを考えてしっかりと食べる努力をする。一人で食べるのが寂しければ誰かと一緒に食べる機会を作る。配食サービスを利用するなどさまざまな方法があります。体が内側から元気になります。小さな不調を放置しないこと、視力や聴力、歯の不調など気になることがあれば年のせいだと諦めずに専門家に相談してみる。早期に対処することで大きな問題になるのを防ぐことができます。これらの努力はもしかしたら物理的な寿命を劇的に延ばすものではないかもしれません。しかし私たちの健康寿命を延ばし人生の終盤をできる限り自分らしく心穏やかに、そして生きていてよかったと感じながら過ごすために非常に大きな力となるはずです。80歳を過ぎてからの人生はもちろん若い頃のようなエネルギーはありません。避けられない体の変化もあります。しかし私たちが持つ豊かな経験と知恵、そして今という時間を大切に生きようとする前向きな気持ちがあれば、この時期だからこそ見つけられる深く静かな幸せや心満たされる日々があるはずです。多くの人が80歳を過ぎて数年で旅立つという現実は私たちにとって残された時間をどのように生きるべきかを改めて問いかけているのだと思います。終わりを意識するからこそ今を、そしてこれからの日々をより大切により意味深く生きたい、そう強く願う気持ちが湧いてきます。皆様、人生の終盤は決して衰えだけではありません。それは私たちが自分自身の力で最後まで人生を創造し輝かせることができる神聖な時間です。今日お話ししたような小さな努力を積み重ねることで私たちは80歳の壁を恐れるべき壁ではなく人生の次の章へと続く扉に変えることができるかもしれません。あなたのこれからの日々が心身ともに健やかで温かいつながりに満ち、そして何よりも生きていて幸せだと感じられるものでありますよう心から願っています。さあ、未来のあなた自身の笑顔のために今日からできる小さな一歩を一緒に踏み出してみませんか。人生の長さは選べないかもしれない。でも人生の輝きはあなたの今の積み重ねで作り出すことができます。さあ、輝きに満ちた日々をここから歩み始めましょう。